こんにちは。2026年の7月22日にニュージーンズがデビュー4周年を迎えました。それと同時に YouTube の公式チャンネルの方で新しく動画が5つ公開されました。タイトルは2026サマーオブニュージーンズ。この5つの動画に SNS で賛否両論が巻き起こっているんです。ダニエルの脱退が発表されて初めての作品であるので、ニュージーンズは5人揃ってないとダメだっていう論争もあるんですけど、それだけでなくて動画だけを見ても評価が分かれているんです。ディレクターのセンスがないとか、いやそんな悪くなくない？普通に綺麗じゃない？とか、映像を分析していったらなんでこんなに二極化したのかっていうのが分かったんで、それを解説していこうと思います。結論としては、イメージビデオとしては美しいんですけど、物語を語るようなフィルムの部分で致命的な欠点があるんです。なので、雰囲気を重視する人には高評価で、意味を知ろうとする人には低評価となっているんです。細かく解説していきます。何がいいのかっていうと、絵の綺麗さと伝えたいイメージがいいんです。このシーン、ミンジは自分でハンドルを握って車を運転しています。画面の揺れだったり、髪を耳にかけるシーンは成長した大人の印象を感じさせる。そう、ここはミンジの持つ力強さが描かれています。そしてヘリンは静かに寝ているんですが、顔を下に向けて寝ているんですよ。これ、考え事をしている、そんな余白ができています。そしてこのシーン、鏡を置くことでヘリンの内面と外面の二重性っていうものが強調されています。視聴者が見ることができないヘリンの内側がそこにあるという風な暗示がされているんです。それが効果的に働いて、最終シーン、ヘリンは動物を追いかけて外に飛び出すのですが、そこから最終的にカメラ目線で映像が終わります。これは動物を見つけたってことなのか、もしかして視聴者を動物と見立てているなんて含みを持たすことができています。その他にも、ハニーのクラシックギターは2022年の自己紹介ビデオのウクレレを思い出しますし、ヘインのアイスクリームを食べるシーンはアテンションのミュージックビデオのオマージュになっています。4人バージョンのサムネイルも同様にアテンションが引用されています。このアテンションのサムネイルと対象になっているんです。2022年のオマージュっていうのがちょこちょこ見られます。アテンションは始まりの歌ですから、その始まりの歌であるアテンションを刷新する。そう。2026年ニュージーンズは変わるんだって。そんなニュアンスが感じられる作品になっているんです。騒動で疲弊したニュージーンズが、オスロの優しい自然で癒されて静かに英気を養っている、そんな映像になっているんですよ。実際の彼女たちの状況が生かされた映像なんです。それだけを見ると絵も綺麗だし、伝えたいイメージのニュアンスっていうのもいいと思います。だけれど、このビデオにはそれぞれ物語があるんです。白いふわふわした動物と遭遇してそれを探しに行くっていう物語なんですよ。これの展開のさせ方がすごい雑なんです。ミンジは柱に貼られたチラシに気づき剥がして持ち帰る。ハニはチラシで折られたウサギが頭にぶつかる。ヘリンバージョンではわざとらしくチラシが映るカット。ヘリンはアイスクリームショップで不思議そうに写真を眺める。これらのシーンは物語を理解させるために挿入されているんです。アイスクリームショップが鍵だよ。アイスクリームショップのチラシを見てねって。でも、唐突でわざとらしいですよね。しかも、こんなに目立たせていたアイスクリームショップ、物語でどんな重要な役割だったんでしょうか。全くわからないんです。それが表現されていないんですよ。なんで視聴者は、あのアイスクリームショップ何やったんって。なんであんな目立たせてたん？意味がわかんない状態になってしまっています。そして4人バージョンが一番ひどいんですよ。このシーン、ヘイン、ミンジの手前で何してんの？ヘリン、何見てんの？で、ほんで、このヘリンが合流する前の3人は何してんの？これおそらくなんですけど、4人がそれぞれ白いふわふわした動物を探している時に、おそらく偶然出会って、それがめちゃくちゃ久しぶりの再会だったんじゃないかっていうふうに思うんです。多分そうですよね。
でも、これ、それぞれのメンバーの前後の動きがないから、不自然になっています。久しぶりに再会して感動してる。言葉にすると、とても絵になりそうなんですけど、心が動いてる時って、体の動きって、多くないんですよ。以前のニュージーンズで似たような状態の映像があるんで、それを比べてみましょう。感動の再会ではないんですけど、心が動いた瞬間、恋をした瞬間の映像になります。これはアテンションのミュージックビデオです。クラブの中でママからの電話が来ます。外に向かう際に青年とぶつかります。これ周りが動いていて、彼ら二人は静止しているんです。二人の世界っていうのが、できていますよね。そしてこのシーン、視聴者の視線もコントロールされています。はじめは二人が映るんだけれど、徐々に民事が聴衆に消えていき、青年の顔が映ります。そして青年が消えていき、民事が姿を現します。視聴者は二人を見て、青年を見て、そして民事を見る。で、民事の顔を見たとき、民事は今恋をしたんだなというのがわかります。次にリドのミュージックビデオです。女の子が蛇口から水を飲もうとしたときに青年が後ろから現れます。そして隣で水を飲み始めます。先ほどと同様にスローになり、そして女の子の目が見開きます。映像がリフレインして、恋をしたんやなっていうのがわかります。もう一度2026サマーオブニュージーンズを見てみると、感動の再会であるんだろうけれど、見せ方の工夫もせずに、こんな風に何もない状態でメンバーだけを映しているので、間の抜けた映像になってしまっていますよ。そしてもう一つ、ヘリンの立っている姿を取り上げると、これ好きな人や安心できる人を見つけると、人って口角が上がるんですよ。3人と合流したシーンはちゃんと笑っているんです。なので、その前のカットでヘリンが一人で何を見ていたのかっていうのが不明なんですよ。おそらく3人を見つけたんだろうなってことを表現したいんだと思います。でも違和感をはらんでしまっているんですよ。以前のニュージーンズの作品ではこういう違和感にも対処していたんです。これはバブルガムのミュージックビデオなんですけど、このシーン、楽曲だけを聴くとシャボン玉が宙に浮いていくような、そんな柔らかい音楽が流れているんですけど、映像の中のヘリはこのパートで激しくヒットしているんです。楽曲とヘリの映像が合っていないんですよ。でもこれ見てわかる通り、ミュージックビデオでは演出で画面を溢れさせてその違和感を消しています。音楽と撮影された映像と編集、この3つが合わさっていい映像を作り上げていました。しかし2026サマーオブニュージーンズではこの違和感っていうのは残ったままになっているんです。この5つの動画でイメージビデオとして見ると割と美しいんだけど、物語を伝えるようなフィルムとして見ると不自然と違和感のあふれた作品になっているんです。だから雰囲気を重点的に見る人にとっては高評価になっていて、物語を重点的に見る人にとっては低評価になってしまっているんです。今日はこれまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあ。